明けましておめでとうございます。ヨモギャオ仲間です。皆さん新年いかがお過ごしでしょうか。私事ではありますが、2025年というのは、大工として独立して10年目という大きな節目の1年でもあります。10年やってこれたのはですね、本当お客様をはじめ皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございました。そしてですね、これからもよろしくお願いします。ということでですね、こういう新年であったりとか、大きな節目というのは、自分自身を見つめ直したり、あとはですね、もう新しい目標を立てたりするのにですね、ちょうどいいタイミングかなと思います。そこでですね、僕自身ですね、自分を見つめ直したり、新しい、目標を立てるという部分で、すごく参考になった本をですね、ちょっとご紹介したいと思います。それがこちら、この100のことというのと一流を育てる。この2つの本をですね、ご紹介させていただきたいと思います。まずご紹介するのはこの松岡弥太郎さんの100のこと。松岡弥太郎さんという方はですね、暮らしの手帳という雑誌がありまして、そちらの元編集長ということで、ご存知の方もいらっしゃるかなと思います。僕にとっての松岡さんという方はですね、人としての生き方であったり姿勢という部分で、かっこいいなと思う、大人の一人です。なので憧れの人っていう感じですね。この本はですね、その松岡さんが自分自身に向けている100のことと、あとはですね、その自分が経営しているカウブックスという書店、そこで働くスタッフに向けて定めている100のこと。で、2つのですね、ルールの100個というのをですね、書かれている本になります。で、それぞれすごく端的にパッパッと書かれているものなんですけども、もうすごく、心に刺さると言いますか、気をつけなきゃなというふうに思う、すごく大切な本です。松岡さん自体もですね、その100のことっていうのは常にアップデートしながらですね、変わっていくものだというふうにおっしゃっています。自分自身でですね、100個作ってみるというのをですね、お勧めされていまして、ぜひですね、この本を読んでですね、100個のことっていうのを自分自身、どういうことを基本としたいのかっていうのをですね、100個見つめ直すというのをですね、すごくいい勉強になるかなと思います。そして、次にですね、秋山さんが書かれた一流を育てるという本です。で、こちらはですね、秋山木工の代表である秋山さんが書かれた本なんですけども、この秋山木工という会社は、秋山さんが27歳の時に独立をして立ち上げた会社です。で、本当にすごい会社でして、宮内庁であったりとか、迎賓館だとか、あと国会議事堂とか、そういうところにですね、家具を収めている。すごく、本当にすごい会社です。で、その中でですね、現代版のデッチ暴行みたいな形でですね、人を育てるということにもですね、積極的にやられています。人を育てるという部分で、従業員の方にですね、30箇条というのを定めてるんですね。その30箇条について書かれているのが、こちらの本になっています。なかなか厳しいことも書かれているんですが、で、冒頭にですね、従来のですね、わがままで頑固な職人というのはもう通用しないと。で、これからはお客様に愛される職人でなければいけないということが書かれています。お客様から好かれる職人とは何かというと、人柄が一流の職人である。で、その人柄を育てるためのですね、30箇条とも言えると思います。本当に普遍的で、もう本当に素晴らしい内容だと思います。これを見て、厳しいこともたくさん書かれてはいるんですが、すごくですね、身が引き締まる思いです。という意味ですね、ぜひ、職人としての心得の正解はですね、ここにあると思います。なので、ぜひ、読んでみていただければなと思います。で、実はですね、僕も自分10箇条みたいなの実はあるんですね。で、ただですね、恥ずかしいので、ここではお話しませんが、実はあります。で、それは、自分が大工になろうと志した、多分30歳の時だと思うんですが、その時に書いたものです。それから、たまに見直して書き直したりとかっていうこともありますし、定期的に見直してですね、ここできてないなとか、こういうとこ本当ダメだなというふうに自分自身にもですね、見つめ直すいいきっかけになっています。この自分の10箇条というのはちょっと恥ずかしくて言わないですが、職人としてですね、最低限の3箇条というのはこういうことかなというのがですね、ありますので、ちょっとね、そちらの方、ちょっと偉そうですけれども、ちょっとその3箇条をですね、ちょっとお話ししたいと思います。職人の3箇条として、1つ感謝する。2、向上心を持つ。3、気を配る。でこの3つがですね、普遍的な大事な要素かなと思います。で、まず1つの感謝するっていうのは、まずお客さんに感謝する。で、次にですね、先輩や後輩、同僚ですね、に感謝する。そして、各業者さんですね。一緒に働くクロス屋さんだったり、電気屋さんだったり、設備屋さんだったりとか、板金屋さんだったり、各業者さんにですね、感謝する。皆さんがですね、仕事してくれないと次の仕事進まないですから、そういうところにもですね、皆さんに感謝するってこと。あとですね、忘れがちですが、材料屋さんですね。材料を作ってくれる方もそうですし、材料を運んでくれるということにもちゃんと感謝すべきだと思います。で、僕はですね、材料屋さんが来たら運ぶのを手伝うようにというふうに教えられて育っているので、基本的には手伝うようにしています。で、ただどうしても手が離せないという時は、
ごめんなさい、お願いしますってお願いすることもあります。ただですね、荷上げ屋さんの仕事を手伝うのはちょっと違うとは思うんですね。彼らはプロでそれをやっているので、荷上げ屋さんに任せるというのが正しいと思うんですが、それでもですね、ここに置いとけとかではなくて、ここに置いといてくださいだし、ありがとうございましたっていうような姿勢を持つというのはですね、職人として大事なことかなというふうに思います。あと、二つ目の向上心を持つ。もうこれは昨日よりも今日よりも明日上手くなる。そういう向上心を持ち続けるということは欠かせないかなというふうに思います。最後に気を使う。これはですね、お客様これ見たらどう思うかなとかいうこともありますし、先輩何か欲しそうにしてるかなとか、ついでにこれ持っていこうかなとかいうこともありますし、各業者さんの仕事でこれやったら邪魔になるかなとか、こういうふうにやっといた方がやりやすいかなというところでですね、いろんなところに気を配るというところもですね、自分だけではなくて、いろんなところにもですね、気を配るということもですね、職人として大事なことかなというふうに思います。この心得みたいなものはですね、職人にとってすごく大事なことかなと思います。で、それは、この心得があるかないかというのが、作業員と職人の違いだと思うんですよ。漢字で言うとですね、その職人の人っていうのはあくまでも人を指しているのに対して、作業者とか作業員というのは、その立場や属性を示している。作業員に関してはですね、単純に頭数を示している言葉でもあるんです。なので、職人というのは技術とこの人柄、心を持っているということがですね、本当に求められている。両方が求められているということだと思います。なんかですね、偉そうなこと言ってますけれども、本当に僕自身もまだまだだと思ってます。技術的にもそうですし、人としてですね、心という部分でもまだまだ磨いて育てていかないなと思っております。で、皆さんもですね、その職人の心得みたいのは皆さんもお持ちだと思っています。ただ、明確に言語化して置いておくというのはですね、すごく、大事だなと思っております。なので、この信念という節目にですね、皆さんも、自分10箇条、自分5箇条みたいなものをですね、考えてみるというのも、すごくいいことかなと思います。自分10箇条のおすすめみたいな感じですかね。では今日もありがとうございました。今年も1年よろしくお願いします。では失礼します。